はい、ドクター・アルスのサブカル研究室、よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、今大ヒット、はい、真っ最中のはい、鬼滅の刃。おお、ご覧になりました？見ました。見ました。はい、偉いですね。映画も見ました。すごいですね。はい、私、前巻、今発売されてる、22、23くらいまで一通り読みました。はい、正直な感想を言っておこうかなと思うんですけど、はい、ぶっちゃけですね、鬼滅の刃、あんま面白くないんですよ、あれ。大丈夫ですか？炎上しないですか、これは。これはね、もうしょうがない。で、面面白くないってかなり語弊があるんですけど、はい、正直な表現で言うと少年漫画としてはすっごい普通なんです。漫画普通なんです。はい、だから面白くなくはないけど、そんなすっごい面白いわけでもないんですよ。人を食べる鬼に家族を殺されてしまった主人公炭治郎くんが力をつけてその鬼退治をするっていう、はい、その中で仲間と出会いみたいな、っていうので鬼と戦っていくっていう風な話じゃないですか。はい、でこの設定だけ言ったらもうね、どっかで見たような要素しかないんですよ。何も目新しくないし、はい、ですごくなんでしょう、特筆するものもないんですよ。はい、設定的なものにしても、で描写的なものにしても、はい、にもかかわらず大ヒットしてるわけですよ。はい、とてつもないことになってるんですよ。はい、場合によったら劇場版が邦画の歴代興行収入第1位を長年君にし続けた「千と千尋の神隠し」を抜くんじゃないかっていう話が持ち上がるくらい大ヒットしてるわけですよ。でこれのメカニズムは何なのか。こんだけ流行ってるはずの「鬼滅の刃」をおじさんが読むとあんまり面白くないのはなんでなのかっていう話をしておきたいと思います。はい、鬼滅の刃の最大の魅力っていうか、一番、個人的に最初に思ったいいところだなと思ったのが、主人公炭治郎くんがめちゃくちゃいい子なんですよ。はい、めちゃくちゃいい子なんです。非常に誠実で、で真面目で、優しいんですよね。頭おかしいんじゃないかっていうくらいすごくいい子なんですよ。でこのいい子がそのいい子っていうのが嫌味にならないキャラクターになってるんですよね。っていうのがまず一つあります。でものすごく誠実で真面目で心優しい炭治郎が敵である鬼を救う物語になってるんです、あれ。でこれが非常に大きいんだなと思ったんですよね。少年漫画としてありそうでないんですよ、あれ。その救うっていう概念が、はい、救うっていう描写そのものがですね、それがね非常に丁寧に描かれてるんです。ここが特になんか「鬼滅の刃」の特筆するべき点なのかなっていうのを読んでてすごく感じたシーンがあったんですけど、それは鬼と対決してて、でその鬼がもともと小説を書くのが好きな鬼なんです。好きな子で書生かなんかやってる人で、それで小説を好きで書いてるんだけど文才がなくて、でなんか先輩だからなんかその辺の目上の人にこんなくだらないものばっか書きやがってっつって書いたものを足毛にされるって踏みにじられるっていう、そういう風な過去があって、でそれがその鬼に転じた時に憎悪となって人を食うようになるわけじゃないですか。でそういう風なことを抱えてる鬼がいて、でそれと対決してる炭治郎くんがいて、でその鬼が書いたであろう原稿が床に払って落ちて、それを炭治郎が吹き飛ばされて着地しようとした時に足元にその紙が来てるんですよね。でそれをすかさず自らの体勢を崩しながらも踏まないようにバッてかわすんですよ、炭治郎君が。でそのことにその鬼がものすごく感銘を受けて、もう命がけの対決をしてるんですけど、でそのことによってその鬼っていうのは最後救われて消えていくんですよね。でこういった描写をちゃんと丁寧に描いてるんですよ。その対決する鬼ごとにそういったエピソードがちゃんと入って、炭治郎くんが鬼を憎んで鬼を許さないっていう強い思いで対決しつつも、で本人がね救うっていう気も特になかったりするわけですよ。その本人の炭治郎の振る舞い、自然の振る舞い、ありのままの姿が鬼のなんかを救ってるんですよね、何かとね、っていう風なのが非常に丁寧に描かれてるんです、っていう風な救いの物語になってるっていうのが一つ、まず大きいポイントだなってすごく思ったんですよね。そういうようなものすごく優しい炭治郎くんが、その敵であるはずの鬼に対しても優しく接して、ですごく誠実にこういった場合によっては見とったりとか見送ったりとか倒していくっていう、そういう風なのが非常に丁寧に描かれてる、この辺が今の時代にすごくマッチしたんじゃないかなっていうのがあったんですよね。でそんな炭治郎くんを教え導くのは正しい大人なんですよ。
正しい先輩だったりとか鱗滝さんをはじめとする、正しい大人が正しく導いてくれてるわけですよ、でそれに対して正しく答えようとする少年たちが主人公なんです、すごく健全な漫画なんですあれ、すごく非常にね扱ってる題材が鬼の首を落とすみたいな戦いがねあります。血生臭い話にはなってますけど、でもあそこで描かれてる人間関係とかそういった環境っていうのは正しい大人が少年少女を正しく導いて、子供たちが正しくそれの期待に応えようとするっていう構造になってて、そういった少年たちが主人公で、そのいう少年たちが命がけの戦いに赴いていくっていう、そういう物語になる。多分ね、そういう風な基本構造がやっぱし読者の共感を得て受け入れられやすかったんだろうと思う。でただですね、今お話ししたような内容っていうのは今の時代だけじゃなくてそれまでの時代にもその時代に合わせたそういったテーマがあったりとか、健全なものがあったりとか、そういったものってねこう描かれてきましたし、漫画で連載されたりとかアニメでやったりとか映画で描かれたりとかっていう、そういう風にされてきたはずなんですよ。なぜ鬼滅の刃だけこんな異常に売れてるのかって話なんです。そのからくりが分かりまして、それは何かと言いますとですね、バトルにおいて解説役がいないんです。解説役、例えばドラゴンボール、ドラゴンボールでいくと悟空とフリーザが戦ってます、でそれのなんか激しい戦闘中に気が高まってるとかっていうのにビビってるクリーンとかピッコロがいたりするじゃないですか。なるほどなるほど。で地球にサイヤ人ベジータとかナッパ、サイヤ人襲来っつって、でそれを旗で見てる神様だったりとか、カリン様がいて、今の状況はこうだとかっていう風な解説をしてるじゃないですか。で昔でいけば先駆け男塾とかね、主人公剣桃太郎と誰かが戦ってます、横で富樫と虎丸がうおーとか言ってるわけですよあれだとか、で今の技っていうのはこれこれこうだとかって、で富樫虎丸が振り向いたらひえんとか言ってるわけじゃないですかでなんか動画で解説してるんですよねっていう風なのが少年漫画っていうのは絶対必要不可欠なもんなんだ。であれは読者に対して分かりやすく説明するためのものですし、で世界観の中でああいった漫画ですから言ったもん勝ちなんですよね。だから一方的になんかすごいことが起こってますとか、すごく一方的に逆転しましたとかっていうのは言ったもん勝ちになっちゃうんで、読んでる側に対して説得力がどんどんなくなっていっちゃうんですよ。あまりにも口頭向けなことやりすぎると。でそれについて解説役がこうでこうでこうだからすごいんだ、こうでこうでこうだから偉いんだとかっていうのをちゃんとやることによって口頭無形な話がなんとなく説得力あるような感じになるわけですよ。っていう風なのが少年漫画において絶対必要不可欠なんですよね。でその鬼滅の刃はその解説役がいないんです。でも鬼滅の刃はのバトルっていうのは別にそこまで分かりにくいわけじゃないんですよね。なんでかっていうと全部炭治郎と敵が全部自分で説明してるからなんですよ。なるほど。炭治郎くんが全部その今の状況だとか、何がピンチでとか、じゃあどうすればいいのかとか、じゃあここでこうなんだとかっていうのを全部自分で言ってるんですよ。でこれも敵も一緒なんですよ。で敵も今こういう状況だとか、こいつらはこういう感じだなとか、じゃあこうしてやるぜっていうのをずーっと自分で言ってるんですよ。自分で解説してるんですよ。だから鬼滅の刃のバトルっていうのは今までの少年漫画の流れで当てはめるんであれば、炭治郎と敵っていうのは要所要所で自分で思ってることとか考えてることとか言って、それを周りの人が説明してればいいんですよね。っていうのがそれが本来の少年漫画のあるべき姿なんですよ。一番わかりやすい表現方法なんですよ。それをあえてしてないんです。で実際普通に漫画として読んだら読みにくいんですよ。少年漫画の場合は敵と主人公と敵が会話しながら戦ってますから、で鬼滅の刃はもちろん会話は要所要所でするんですけど、基本的には炭治郎くんが自分の中で勝手にずっと喋ってるし、敵も自分の中でずっと喋ってるんですよ。でトラウマとか自分で解説してるんですよ。っていう風になってるんですよね。そういう風な構造になってて、で解説役がいないことによってずっといわゆるモノローグですよ、心の声っていうのがずっと書かれてるんですよね。でこのことが実は少年漫画として読みづらいっていうのがあるんで、鬼滅の刃ってアニメ化されるまでずっと人気なかったんですあれ。あんまりなんか
まあまあこんな感じだよねっていう風な、ジャンプ好きの中ではそんな評価なんですよ実際。でもアニメで爆発しちゃったんですよね、その解説役がいない、すなわち炭治郎とか敵がずっと自分の心の声で喋ってるっていうスタイル、そういった表現、これが実は今の少年少女たちにダイレクトに伝わる表現方法だったっていうことになるんですよね。それはどういうことかっていうと、要するにその「鬼滅の刃」のバトルっていうのは、炭治郎くんによるバトル実況なんですあれゲーム実況とか、スポーツ実況とか、ね、実況っていうのが今のその動画文化の中で主流ですよね。なるほど。それと同じように炭治郎くんによるバトル実況なんですあれ。なるほど。鬼滅の刃って YouTuber だったと。YouTuber なんですかねだから漫画で人気なくて、アニメで爆発したんですよ。アニメでちゃんと炭治郎くんが声付きでバトルを実況して、で音も音楽もあれば効果音もあれば、で他の出演者もいるんですよ実況という形態がいわゆる見てる人間に対して共感を得やすいスタイルだからですよね、だから共感が得られることがすごく重要なんですよ。で「鬼滅の刃」っていうのはそういったのでその描かれてるテーマがすごく健全で、それを共感しやすいバトル実況という形で視聴者に届けてるから人気があるんですあれ画期的ですね、こんな解釈してる多分私だけですだから少年漫画としてはフォーマットに成り立ってないんですよね、その解説がいないっていうことはそれだけ主人公は喋らないといけませんし、敵も喋らないといけないんですよ、でそれを読ませて伝えるしかないんですよね、でこの読ませて伝えるっていう少年漫画で成り立ってるのって名探偵コナンくらいなんですあれもずーっとコナン君が推理してるでしょ、であれは感情じゃなくて状況の説明なんで推理の話なんで、そこまでものすごいことにはならないんですけど、鬼滅の刃の場合はそういったバトルの説明だったりとか、その感情だったりとか、その炭治郎君本人のね怒りだとか、そしたらそのまま優しさだったりとか、敵の絶望だったりとか、そういった後悔だとか、そういったものが実況で表現されてるんですよ。なるほど。だから人気があるんですあれ。なるほど。でそういった文化に慣れてないおじさんが見ても面白くないんですよあれ。なるほど。っていうことになるんですよね。でそれなので「鬼滅の刃」っていうのは流行ったっていうことなんじゃないかなと思うんですよね。だから漫画で人気なくてアニメで爆発したっていうのはそれが原因なんですよ。実況っていうものがダイレクトに伝わるようになったんで人気が出たんです。なるほど。なので「鬼滅の刃」は鬼殺しバトル実況アニメだから受けたんですあれでしかもね、鬼滅の刃を見てる少年少女っていうのはちょうどその動画文化で育ってきてる子供たちですから、YouTuber を見てとか、将来の夢は YouTuber ですとかって言っちゃうようなくらい、そういった動画実況を見てきた子供たちが鬼滅の刃の主要の視聴者ですよね、一番人気支えてるのはそこですよね、でそういったところに慣れてないおじさんたちとか少年漫画のフォーマットにのっとってないんで、そういった漫画好きは鬼滅の刃ブームに乗っかれないんですようまく伝わらないからだからちゃんと全部解説してくれて伝わってるんだけど、少年漫画っていう基準で見ればちょっとねくどくなっちゃってるんですよね、全部主人公が喋ってるわけですからちょっと間を持たしたりとか、こうあえて言葉に出さないで伝えるみたいな、もちろん鬼滅の刃はそういったシーンってねちゃんとあるんですけど、それ以上に今こういう状況でこういう風になっててこうだから自分はこう思うみたいな、っていう風なのも全部ちゃんと炭治郎が言ってくれるんで、でそれがダイレクト伝わる実況アニメになってるんで、アニメ実況じゃないですよ、バトル実況のアニメなんですあれだからものすごく伝わるんですよね、ただこういった全部の状況が揃ったとしても今の映画の売れ方はおかしいんですよでこれはなんでか、鬼滅の刃がブームになったっていうのと、劇場版の大ヒットっていうのは実はこれ理由が別なんです。もちろん鬼滅の刃だから売れたっていうのはあるんですけど、鬼滅の刃が今年だったから売れたんです、それはどういうことかっていうと要するに今年っていうのは
コロナ禍の中でもう今年の頭からずっと、その前から「鬼滅の刃」ってブームですよね。でそういったブームの中でコロナ禍に入って社会的なストレスがすごく強くなったんですよ。もう単純に子どもたちも含めて、もう我々もそうですよね。社会的なストレスってすごく高まってた年なんですよ、今年っていうのは。でその中で本来であればオリンピックがあったんですよ。でそういったのがオリンピックの中でオリンピックが開催されてればある程度ガス抜きできたはずなんですよ。でもそれが許されない今ね、もう日本だけじゃなくて世界的な情勢がそういった感じになっちゃいましたから、だからガス抜きする機会を奪われてしまったわけですよ。なので単純にみんななんかでお祭り騒ぎしたかったんですよ。なのでその鬼滅の刃なんかブームの鬼滅の刃よしなんか乗っかっちゃえみたいなね、っていう風なのがこのよくわからないフィーバーの正体なんじゃないかなと。なので鬼滅の刃がブームになったのはバトル実況アニメだから。で鬼滅の刃の劇場版が異常なほど売れてるのはオリンピックがなかったからっていうことになるんじゃないかなというふうに思いますね。なのでさっきも話しましたけど、その鬼滅の刃っていうのは正しい大人が少年たちを正しく導いて、そして少年たちがそれを正しく答えて、そして未来を開くっていう非常に健全なテーマで描かれてるんです。でこの非常に健全なテーマで描かれている「鬼滅の刃」が社会を挙げて売れてるっていうことは、日本社会っていうのはそれを求めてるってことですよね、みんながね。だからそれをちゃんと求めてるっていうことは非常に日本社会って意外とまだ健全なんじゃないかなって思いますね。逆に言えば今それが足りてないってことだと思うんですけど、社会的にね。でもそれをみんながそれを求めてるっていうことは、そういった欲求があるっていうことは、そういったものを求める健全な精神を日本人は持ってるっていうことになるんじゃないかなと思いますんで、なんかいいこと言ったということでそんな感じで「鬼滅の刃」が売れたにはちゃんと理由があったということで、以上です。ありがとうございました。